おはようございます。たかしです。本日は11月1日水曜日、ただいま9時50分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員と同じですので、使い勝手の良い方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは有料投稿の単品販売もしてますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日強く上昇してきました。これはドル円の上昇につられてポンド円も上昇してきたというところですね。今のところですが、ここ過去の高値184円付近っていうのが意識されておりまして、そこでずっと上値を抑えられていたんですね。昨日はそこを冷やし単位で実体若干ですけれども上抜けてきましたので、ここからは上昇しやすくなっていくと思います。今まで GMMA の青帯の直上ちょうど上を行ったり来たりと上がったり下がったりしていたんですが、それを昨日明確に上抜けてきましたので、次は下落してきた場合、調整の下落をした場合は GMMA の青帯でサポートされて上昇していく、そんなイメージが持てます。こんな感じですね。 GMMA がこういう風に動いてきて、そこにサポートされてからの上昇みたいな、そんなイメージができますので、こういう動き方ですね。まず目指すのがこの直近最高値付近になりますので、187円手前ぐらいっていうところを目指していくと考えます。もしそこを上抜けてくればさらに上昇していくと思いますけれども、今のところずっと上値が重かったっていうのと、 GMMA がまだ横ばいですので、上昇しても一度深めの押しをつけてくる可能性があります。今回みたいに今この上抜けた後、本日調整の下落をしてきて GMMA の青帯ぐらいまで下落してくれば、そこでサポートされて上昇するのを見ておきたい。ただしこのままスルスルと上昇してきた場合ですね、浅めの押しから上昇してきた場合は直近の最高値 186.6 とか7とか、そのあたりが意識されてきて、そこからもう一度深めの押しをつけに来るというようなことが考えられますので、まずは本日は浅めの押しから上昇するのか、深めの押しをつけてからの上昇になるのかっていうところを見ておくといいと思います。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスを上抜けてきましたね。ただ過去にも上抜け何度かありますので、その上抜けた後全戻しをされているのが過去の事例です。ですので今回もし大きく上抜けましたが、同じように黄色のボックスの中に本日大きな陽線とか連続陽線で全戻しするような動きになれば、また過去の動きに戻っていくと考えますが、直近の高値も超えてますし、今まで超えてこられなかった日足のこのライン184円も上抜けてますので、上昇しやすい試合にはなっております。ただ今かなり急激に上昇してきましたので、まずは一旦の押しを待ちたいですね。まずは黄色のボックス上限183円付近、もしくは深く押してくるのであれば GMMA の青帯ぐらいまで押してくるかもしれませんので、その辺見ておくといいですね。ただストキャスティクス今高値圏で、ここからは一旦調整の下落をすると思いますし、本日もすでに朝から下落気味ではあるんですが、MACD 結構強いですので、比較的浅めの押しから上昇していくということも考えられますので、まずは本日は下げ止まりを待って、そこからの上昇、次の上昇の流れをイメージしておきたい。本日はもしかすると調整の下落の一日になる可能性もありますので、その辺トレードは落ち着いてやっていくのがいいですね。では1時間足です。1時間足直近ここの動き、エリオット波動っぽいですよね。こんな感じですね。1、2、3、4、5と考えると、現在本日もしここが4波に入るのであれば、4波っていうのは分かりにくい動きをしやすいですので、本日の動きは注意ですね。昨日の上昇に対して調整の動きですので、基本的には難しい動きをする可能性がありますが、今 GMMA の青帯とか、このフィボナッチリトレースメントの 38.2%、183円ぐらい、これが先ほどの黄色のボックスの上限ですね。そのあたりでの下げ止まりからの次の5波に乗っていけると、まずは先ほど日足で見ていた直近の最高値186円付近までの上昇の流れに乗っていけるかもしれません。基本的に昨日の上昇の流れが本日も続くと思いますが、現在こうやってエリオット波動を書いてみると、現在地っていうのは調整の下落になる可能性が十分ありますので、分かりにくい動きをするかもしれませんので、しっかりと本日は下げ止まりを待つことが大切ですので、その辺焦らずにやっていきましょう。では次はドル円です。
ドル円先ほど言いましたように、昨日はこのドル円の上昇でポンド円も引っ張られて上昇してきました。今までのこのじりじりとした上昇がようやく抜けたという感じですね。そして直近のターゲットとして考えてました152円の手前ぐらいまで上がってきてますので、この辺そろそろ上値は重くなる。また節目の152円ですので、乱高下をしやすいところまで上昇してきましたので、こちらも基本的には昨日の強い要線があるので、ここから調整の下落を待ってからの次の上昇の流れをイメージしておきたいんですが、やはり一旦押しを待ちたいところですね。今、日足の動きを見てますと GMMA の青帯に接触して昨日強く上昇してきておりますので、今、日足の上昇トレンドが継続、しかも高値を更新してきておりますので、基本的にはこの日足の上昇の流れに乗っていくのが安心だと思います。次は4時間足です。4時間足は赤い平行チャンネルを描いておりました。この平行チャンネルのセンターラインぐらいで10月の26日、そこまでタッチしてそこからの下落になっていたんですね。そして昨日は過去何度も反発してきたこのラインですね、149円付近というところからの反発上昇になっております。そして高値越えをしてきて、この平行チャンネルの今センターラインより上に来ましたよね。ということは、今ずっとこのセンターラインとか、この平行チャンネルの下限とか上限っていうのは意識されてきておりまして、本日もまたこのセンターラインが意識されているの分かりますか？ちょうどセンターライン付近で反発してきてますよね。ここのところ、センターラインっていうのは過去から意識されているポイントですので、ここで下げ止まるのであれば、次平行チャンネルの上限を目指して上昇します。そうすると、ターゲットが現在地から垂直に上昇してきた場合、152.3 とか、そのあたりになってきますので、本日はその辺ぐらいまで上昇する可能性がありますね。ただしセンターラインでサポートされればっていう話ですが、センターラインを割り込んでくると、この GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけに行く可能性がありますので、そう考えると、直近の高値の 150.8 とかそのあたりぐらいまで下落していく可能性もありますので、その辺見ておきたいですね。次押しをつける候補としては 150.8 付近、そして 150.5 付近というところが次押しをつけるだろう候補になってきますので、まずはその辺あたりまでの調整の下落っていうところを待っておく。ただ現在地平行チャンネルのセンターラインでサポートされれば、もう一段上昇で 152.3 ぐらいまで上昇していくと考えますが、ストキャスティクス高値圏にありますので、4時間足単位の調整の下落が入ってきた場合、 GMMA の青帯ぐらいまで下落していくと思いますので、そこは注意です。では1時間足です。1時間足にもポンド円と同じようにフィボナッチリトレースメントを引いております。 23.6%、38.2% 付近が意識されてくると思いますので、151円もしくは 150.6 付近ですね、そのぐらいまでの押しをまずは待っておきたい。そしてそこを下抜けてくると、次は4時間足単位の調整に入ったと考えますので、その場合はちょっと深めに押しをつけますが、 50% 付近ですと4時間足の平行チャンネル、この赤の平行チャンネルの下限付近に来ますので、そのあたりからは次4時間足の調整を終えて次の上昇に入っていくと考えられますので、その辺を見ておくのがいいですね。昨日の上昇に乗り切れていない方は、本日は一旦調整の下落を待つ、そして下げ止まったところからの次の上昇の流れに乗っていくですね。焦ってエントリーしてしまいますと調整の下落に巻き込まれますので、比較的深く押しを作る可能性もあるので、その辺は注意。それとどんどん上昇するときは為替介入の警戒が必要ですので、その辺も常に注意しながら慎重にトレードしていく、短く利確していくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿と同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向け、有料投稿の間口を広げた形になります。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。ノートのメンバーシップは初月無料にしておりますので、今月11月今始まったばっかりですので、今ご入会いただくと今月いっぱいは無料となっておりますので、入会の時期は早い方がお得ですので、よければお早めにお試しください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。